大学4年生の6月、私の人生は大きく変わりました。汗が止まらなくなったり、少し歩いただけで息切れがしたり、動悸がしたりしたのです。体調不良を覚え、病院に行った私は、完治することがない病気のバセドウ病だと診断されました。バセドウ病は首の前側にある甲状腺という器官から甲状腺ホルモンが過剰に作られてしまう病気です。甲状腺ホルモンは体の新陳代謝を促し、体の働きを活発にするホルモンです。ホルモンの量が過剰になると、寝ていてもジョギングをしていると例えられるほど、体の働きが活発になりすぎてしまい、さまざまな症状が現れます。私は特に汗が止まらなくなる症状に悩みました。周りの人から汚いと思われたくなくて、大学では人と話すことが怖くなってしまいました。私は大学の卒業式の日のことを忘れることができません。4月からどこで働くの？友達同士が目を輝かせながら話していました。私は先生になるよという友達がいました。ずっと働きたいと思っていたブライダルの世界で働くんだよ。そう笑顔で話す友達もいました。私も進路を決めて大学を卒業すると決めていました。ですがバセドウ病によって就職することができなくなりました。友達同士でそんな会話が飛び交っている中、自分の進路を聞かれることが怖くて、自分は何者でもなくなってしまうことが恥ずかしくて、自分はここにいてはいけないように感じて、私は逃げるように卒業式から帰りました。私は一番の劣等生でした。ご飯も喉を通らず、夜も眠れない日が続きました。そして私は最終的にうつ状態になってしまいました。とても辛い経験をしたり、自分のことが嫌いになったり、自分に自信が持てなくなったりすることは、きっと誰しもが経験することなのだと思います。でも、そんな辛い出来事の中でも、私たちは幸せのかけらを見つけ出す力を持っています。バセドウ病になって以来、これまで私がたくさんの人たちからもらってきたこの力を、今日は私が皆さんにお伝えできるように、このプレゼンテーションを、今日のこの時間を皆さんと一緒に紡いでいきたいと思います。孤独だと思っていた私に寄り添ってくださった方がいます。それは私の主治医の内堀先生でした。先生は私の運命を変えてくれました。僕も大学を卒業するとき、仕事が決まってなかったよ、と先生はおっしゃったんです。医学部に入学するために、大学卒業後何度も受験をしたこと、5年浪人生活を送った後、6年間大学で医学を学んだことを私に教えてくれました。就職先が見つからず、苦しかった当時の私にとって、先生のこの言葉は驚くほど温かく、私の胸に響きました。自分の弱みを見せてくれる大人がいることに大きな衝撃を受けました。先生がしてくださったことはそれだけではありません。教育や福祉や医療の世界に興味があることを話すと、どんな仕事があるか、その仕事に就くために今私にできることは何かを一緒になって考えてくれました。私はこれまでの人生の中で、私のためにここまで伴走してくれる大人と出会ったことがありませんでした。一人じゃないよ。一緒にどうすればいいか考えよう。という先生の姿勢は、私を安心させてくれました。もう少し頑張れるかもしれないと希望が持てるようになったんです。そして私も
一人一人と正面から向き合える大人になりたい、そんな働き方をしたいと決めました。内堀先生はバセドウ病の治療をしてくれた人です。ですが、それ以上になりたい私を教えてくれたとても大切な人です。現在もバセドウ病の治療は続けていますが、治療を進める中で汗が止まらなくなる症状や息切れがする症状も和らぎ、就職活動も無事乗り切ることができました。先生に手伝ってもらいながら私が選んだ道、それは教育福祉の仕事でした。今は主に発達障害のあるお子様と関わらせてもらっています。私は今でも内堀先生を目指して働いています。私はバセドウ病になり、就職活動がうまくいきませんでした。同級生と同じように就職できなかった私は、これまで育ててくれた両親に迷惑しかかけていないと思い、私はここにいてはいけないんだと考えるようになりました。私は生きていてはいけないと。ですが、この世の中で自分の存在を否定してもいい人なんているのでしょうか。私は病気のことで自分をこれ以上否定し続けたくありません。悔しかったんです。一歩前に進みたかったんです。バセドウ病になったからこそ出会える幸せを私は探したいです。また、以前ほど汗をかかなくなった私は、人と話せることがこんなにも幸せなことなんだと知りました。これは病気になるまでは感じることのなかった幸せでした。病気になる前以上に人と会いたいと思いました。バセドウ病がきっかけとなって内堀先生という素敵な先生と出会うことができました。そしてそんな出会いをもっともっと積み重ねていきたいと思い、私はいろんな人に会いに行く旅を始めました。私はこれまで生き方を変えられる出会いを何度も経験しました。今日はあと2つの出会いを皆さんにご紹介したいと思います。はじめにバセドウ病を含めた甲状腺疾患の患者会であるおしゃべり会に参加しました。最初はどんな場所か不安で、何度も入り口まで行っては引き返すことを繰り返していました。最後には何とか勇気を振り絞って会場に入ることができました。そこでは患者さんとスタッフの皆さんが円形になって座り、コーヒーやお茶を飲みながら治療を進める上での不安や心配事をお話しされていました。私はそこでこれまで感じていた悲しい気持ちや悔しい気持ちをすべて話しました。同級生と同じように就職できないことがつらかったです。誰にも相談できず、一人ぼっちだと感じていました。両親にごめんなさいと思って生きていました。すると、同じ甲状腺の病気のあるスタッフの皆さんが、それはつらかったねとうなずきながらゆっくりと私の話を聞いてくれたんです。私の心配とは裏腹に、そこはとても優しい場所でした。私はこの日、一人じゃないんだという安心感に包まれました。そして、これまで感じていた孤独から解放されました。本当に嬉しかったです。一人じゃないということが、これほどまで心強く、温かいことなんだと私は知りました。また、スタッフの皆さんからは、バセドウ病の私だからできることがあると学びました。辛い経験をこんな形で使えるということに、私は衝撃を受けました。私もこんな風に自分の辛かった経験を使いたい。そんな気持ちをスタッフの皆さんからもらいました。今では私もおしゃべり会のスタッフの一人になり、日々同じ病気の患者さんからお話を伺っています。
相談室に入ってくる時に元気のなさそうな表情をしていた患者さんが、今日はおしゃべり会に来られて本当に良かったです。同じ病気の人のお話を伺えて安心しましたと笑顔で帰っていく瞬間を見る時の感動は本当に大きいです。こんな活動ができているのはバセドウ病になったからこそだと感じています。バセドウ病の私だからできることがあると患者さんや仲間のスタッフから教えてもらいました。バセドウ病になったことで病気のある子どもたちへの教育についてもっと学びたいと思い、私は次にある講演会に参加します。講演をされたのは副島先生という先生です。先生は病院の中にある学級の先生です。先生の講演が終わった後の質問タイム、一人の人工呼吸器をつけた男子学生さんが手を挙げました。僕の病気よりもっとしんどい病気の人がいるから、僕が辛いとかしんどいとか言うのは違うと思うのですが、その男の人は言いました。皆さんにも自分の気持ちを閉じ込めてしまった経験はありませんか？私も同じです。私自身もバセドウ病よりも大変な病気があるからしんどいと思ったらいけないと自分の気持ちに蓋をしてしまうことがありました。質問に対する先生の答えはこうでした。質問してくれてありがとうございます。周りの人と自分を比べなくていいと思います。自分の気持ちを大切になさってください。私は思わず涙が出ました。講演会の中で先生が何度もおっしゃっていたのは、どんな気持ちも自分の大切な気持ちだということです。辛いと感じた気持ちは誰とも比べなくていい。辛いと感じた気持ちをもっと自分の中で大切にしてもいい。そう私は先生から学ばせてもらいました。毎日の生活の中で自分の気持ちをなかったものにしてしまうことはありませんか？でも私たちはもっと自分の気持ちを大切にしていいのだと思います。私たちはもっと辛いと感じた自分の気持ちを素直に受け止めていいのだと思います。どんな気持ちも自分の大切な気持ちだと知ることができたのはバセドウ病のおかげです。私はバセドウ病です。どうしてバセドウ病になってしまったんだろう。バセドウ病になったから私の人生はこんなにも悪くなってしまったんだとずっと思っていました。ですがバセドウ病になって失ったものよりもバセドウ病が与えてくれたものの方が多いと私は気づきました。バセドウ病が私の人生を豊かにしてくれていたことに私は気づきました。バセドウ病だからこそ人と話せることがこんなにも幸せなことなんだと気づきました。バセドウ病だからこそたくさんの素敵な方々と出会えました。バセドウ病だからこそ人の幸せのために自分の命を燃やしている大人がいることを知りました。バセドウ病だからこそ一見悲しい出来事が人の役に立てる力を持っていると知りました。バセドウ病だからこそ自分の気持ちをもっと大切にしてもいいんだって気づきました。バセドウ病だからこそこの学びを今日皆さんに届ける機会をいただくことができました。バセドウ病だからこそできることが数えきれないほどあると今は信じています。皆さんはだからこその前にどのような言葉が入りますか？私はその言葉の中に無限の可能性が秘められていると信じています。だからこそという言葉を私にくれたのは動静脈奇形という病気のある川除静香さんです。顔にも負けずという本の中で静香さんが話されていた言葉を紹介させてください。もし
今の状態が保証されるなら、子供がいて、主人がいて、顔の症状があったからこそ出会えた人たちとの関係が保証されるなら、顔の症状はない方がいいです。ただ、今の自分になるためにこの顔の症状が必要とされるなら、それはあってよかったと思います。静香さんのこの言葉から、バセドウ病だからこそという生き方をしたいと決めました。今でも私はバセドウ病だから辛いと感じる日があります。だからこそなんて考えられないほど辛いことがこれから起こるかもしれません。でもその時その時に心に浮かんでくる気持ちを今は大切にしたいです。悲しい気持ちは人の痛みを想像する力を私に与えてくれました。悔しい気持ちは前に一歩進む勇気を私に与えてくれました。どんな気持ちもなかったものにしなくてもいいと私は学びました。辛い、頑張れないと自分の心が教えてくれた時は、そんな日もあるよねと自分の心に耳を傾けたいと思っています。これからもバセドウ病になったからこそ、バセドウ病だからこそできたことや出会えた人を探し続けたいです。これまでの辛い出来事の中に、そしてこれから出くわすかもしれない困難の中に、だからこそできる活動やだからこそ出会える人を皆さんも一緒に探してみませんか。最後にもう一度聞かせてください。あなたのだからこそは何ですか。ありがとうございました。